冷蔵庫にある、具材で作ってもらえれば嬉しいと思います。これでうどんに下味をつけて、ソースと馴染みやすいように。はい、六三亭の宮永です。今日はごま担々うどんを紹介させていただきます。はい、じゃあ行きましょう。まず、ひき肉ですね。合いびき肉、こちらを炒めていきます。ぬるくなってて、今度ある程度あったかいところで、熱いところで炒めていかないと油が出て全部うまみが出てしまうんで、ある程度強火で。でちょっとね、みりん醤油、みりんと醤油の入ったこれで下味をつけます。だんだんそぼろになってきて、じゃあこれを彼にやってもらってる間に、山椒の味噌を合わせますね。今便利なこういうフードプロセッサーがあるんで、ない方はボウルで一生懸命合わせてもらっても全然結構です。こういうソース合わせるときはまず固体からまず入れて、で徐々に液体を入れていくと早くしっかり合わさりますんで、これ豆板醤今入れて、山椒、これでちょっとだけ酒を入れて、この状態で徐々に回していく感じですね。ここからだんだんいきたいものですね。これはオイスターソース。あと水と酒、これはみりんですね。あとこれが醤油。最後に、3回ぐらいに分けて酒を入れていきます。あとこれね、ちょっと効く四川山椒なんですけど、この山椒味噌はある程度保存が効くんで、作ってまとめて冷蔵庫に置いとくといろんなものに使えるんで便利ですね。うちの六三亭ではこれをベースに、例えば田楽風に、ナスと田楽に焼いて使ったり、あとは風呂吹き大根の上にかけたりとかいう使い方をします。今日はまかない風にアレンジしてるんで、簡単に作れるような形になってます。これある程度合わさったら、この炒めてそぼろになった、ひき肉のところにこれをまとめて入れて、これで火を入れてもらえば、これで調味料にもひき肉にもしっかり火が入って軽く詰めたら出来上がりですね。この山椒味噌のベースが。はい、これで出来上がりです。でこれは冷やしておいてください。じゃあ作ります。まず家庭の方が作りやすいように、今日は、お水と、チキンブイヨン、これで、火にかけて、このスープをベースに作っていきます。
まず練りごまですね。まあ当たりごま。で、だんだん固体から、これは中華の、なんだろう、ペーストチキンペーストっていうんですか、とニンニク、あとこれはラー油、豆板醤、あと醤油と調味料、まあこれを合わせていきます。でここにちょっとずつする。あんまり一気に入れるとごま分離しちゃうんで、まあ、ちょっとずつ3回ぐらいに分けて入れてください。で大体こうトローンと合わさったら、このブイヨンですね、先ほどのブイヨンをこれも何回かにこう分けて、まあこのぐらいトローンと混ざったら、もうここに入れてしまいます。まあこれでソースのベースが出来上がりましたので、これをまああったかく食べても冷たく食べても大丈夫ですので、今日は冷たく食べるんで、これを一回混ざったのをこして、で冷たいうどんとこう合わさった時に絡みやすいようにちょっとだけとろみをつけておきます。もうわからないぐらいに。で冷えると余計とろみも出ますんで、本当にこれぐらい入れてさっと沸いたらもうでこれを冷やして使います。で次にジャージャー味噌、最初に山椒味噌があると思うんですけど、それをベースにまあ崩していくんですけど、そのひき肉をさらに加えて、具として使っていきます。まあこれもちょっとだけ下味ですね。みりん醤油、みりんと醤油1対1、まあ、これでちょっとだけこのひき肉に下味をこうやって強火でやるとあんまり油が出ないんで、うまみも逃げないで作れると思います。でこのちょっとひき肉をここのもともとベースにある山椒味噌にプラスして、これをまた具として使っていきます。で、今日は錦糸卵、まあ卵を薄焼きにして刻んだものなんですけど、まあ家庭でしたら卵をこう入り卵にして、まあ具としてのイメージは冷やし中華と思ってもらえばいいと思います。まあここは青みで、ほうれん草、あ
あとこのしめじはよくあるめんつゆでこう軽く生の時に洗って、これは火を入れたものなんですけど、電子レンジでラップしてさっと、30秒ぐらい火入れてもらってもいいし、フライパンでこう入ってもらってもいいし、そういう感じの、冷蔵庫にある、具材で作ってもらえれば嬉しいと思います。これは刻んだネギと、あと、ナッツ、ここはカシューナッツですけど、アーモンドがあったり、なんかちょっと歯ごたえのあるナッツ系があれば、あとわかめ、あと今日ちょっとニラがあったんで、ニラを軽く生のまま使ってみようかなと。アクセントになると思いますので、こんな感じに刻んで、でうどんなんですが、今日は冷凍うどんですね。冷凍うどん茹でてもらって、ここに馴染みやすいように下味を、軽く塩と、あと胡椒、油はこれ入りました。で軽くこう混ぜてもらって、これでうどんに下味をつけて、ソースと馴染みやすいように、こんな感じですよね。ほうれん草、しめじ、あとこれ豆苗があったんで、豆苗もこうさっと湯したものですね。本当に冷蔵庫にある野菜、何でもやってもらっていいと思います。あと先ほどのと山椒味噌、本当にこの山椒味噌が、活躍していきますんで、であとはニラ、ネギもたっぷり、あとナッツですね。これは歯ごたえをちょっとアクセントで。あとは彩りで、トマトなどで、この冷やしたソースをこれをこういう感じで添えて、食卓で食べていただければと思います。はい、冷やしごま担々うどんの完成です。ちょっと酸味を効かして、さっぱりとたっぷりと食べれると思いますのでね、ぜひ作ってみてください。